もののけ姫から4年、ついに宮崎駿最新作のベールが剥がされる。主人公千尋は10歳の少女、無愛想でちょっとだるそうな典型的な現代の子供。実はこの映画の主人公千尋にはモデルがいます。宮崎監督の友人のお嬢さん。監督は信州に山小屋を持っています。毎年夏、監督は友人とその娘たちを自分の山小屋へ招いていました。10歳の少女のための映画をまだ作っていない。今は明るくて元気な彼女。でもこんな世の中、彼女はずっと元気でいられるのだろうか。それがこの映画を作る直接のきっかけになりました。彼女のために映画を作ろう。当時彼女は10歳でした。それで主人公千尋も10歳になったのです。映画の予告を見たご両親が驚いたそうです。そこに10歳の頃の娘がいたからです。お母さんの感想は、ずっと娘を観察してたんだ。余談ですが、宮崎監督の作るキャラクターには全員モデルがいます。魔女の宅急便のキキはその当時13歳だった鈴木プロデューサーのお嬢さん。千尋のお父さんはモデルの女の子の実際の父親。車でよく道を間違えるところ、そして手当たり次第に食べ物を頬張るところがそっくりだとか。千尋のお母さんはジブリのスタッフの一人。肘を立てて半径3メートル以内にモデルを見つける、これが宮崎流なのです。では映画の舞台、不思議な雰囲気の漂う街は、そのモデルも近くにありました。ジブリのそばにある江戸東京建物園。江戸時代から昭和のいろいろな種類の建物を移築して一つの街のように展示している野外博物館です。宮崎監督はそこが大好きで何度も訪ねているんです。当時黄昏時の人がまばらになった時に一人で来たりするとですね、もうどうしようもないなんか相席の念に襲われるんですよね。主人公千尋が迷い込む人間のすぐそばにありながら誰にも見えない不思議の街、それは少し前の日本になったのです。こうして次回作のテーマは決まりました。現代の10歳の女の子がちょっと昔の日本みたいな街で小さな冒険をして元気になる、それが千と千尋の神隠しなのです。東京の郊外小金井市にあるスタジオジブリ。ここでもののけ姫をはじめとする数々の名作が生まれました。アニメーション作りの要とも言うべき作画部。キャラクターを動かすためには膨大な枚数の絵が必要です。その一枚一枚をここで人の手で描いていきます。デジタル化といってもその作業は以前と全く変わっていません。これはアニメ映画に一番重要な絵コンテです。宮崎監督のイメージが凝縮された、いわば宮崎アニメの命とも言うべきもの。絵コンテという設計図を見ながら監督と作画スタッフの打ち合わせが始まりました。龍が落っこってくるんですけども、換気扇と一緒に配線と一緒に、その手綱龍で地面には降りないで上にピシャッと山に。龍が天井から落ちるシーン。実在しない龍を監督はヤモリのようにと指示を出しました。で足なんかガーッとするって、その時はヤモリみたいに踏ん張って構わないですけど、ザザーン。床に落ちる瞬間は青大将のように。蛇が木から落っこってきたの見たことある？ないね、みんなこういうこと。東京住んではないですよ。本当にこの格好のままザーッと落ちるからね。格好のまま。そうそう。だこうやってスルスルスル落ちにあって、こうドサーッと落ちるんだよね。これでグニャッとなるから、グイッてこ押さえつけられてもがく龍。その動きにも具体的な指示が。う。ぐっと押さえる。押さ
帰るとバーッと暴れる。それ厄介だよ。別れたかったらうなぎ屋さん行ってさばくとか見てくると分かるけど。知ってる？こう言ってこううなぎにこうタタッとこう打ち込んだ時にうなぎがバタバタバーッと暴れるの見たことある？実際にはないです日本民族滅びてるねこれ。無理やりに口をこじ開けられ何かを飲まされる竜。この動きの指示の例えはこうでした。犬に餌やる時に鼻面を横の方に持って食えって言うからグーッとやってこう歯食いしがってて血が当たって歯茎がグーッと出ますよね。犬飼ってた。犬飼ってた。ちょっとさ猫したこの中で犬飼ったことあるやつはよしもないんだよな。犬を飼ったことのあるスタッフはたった一人。監督と若いスタッフの間には大きな経験の違いがあるようです。それでも監督は熱っぽく指示を続け、若いスタッフは必死についていこうとしています。会議の後、監督の指示のように描くにはどうしたらいいのだろうか。みんなで相談して近所の動物病院にやってきました。口の中に手を突っ込む場面を描く羽目になってこんな感じですか？さすがは獣医さん、口を開けさせることに慣れていますね。歯茎のあたりをじっくり観察。横から口に手を入れるとどんな風になるのか。あ、なるほど。はい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 。資料用にビデオで撮影。一応やってますよね。そういえば、よくやってますよね。戻ってからもビデオで繰り返し確認。イメージがだんだんつかめてきました。作画部の脇に宮崎監督の作業机があります。スタッフが描き上げた絵はここに集められ、監督自身が手を入れて直します。竜の口のカットが描き上がってきました。監督の意図通りリアリティのある絵に仕上がっています。ところで作画作業の流れとは、監督が描いた絵コンテをもとに出来上がってきたこれらの絵は原画と呼ばれています。動作の重要な部分が描かれています。動きの基本はこの原画で決まりますが、原画だけをつないでも完成にはなりません。最終的な仕上げが必要です。それが動画です。原画ができた後、別の担当者が原画を清書し、さらに原画と原画の間をつなぐ動きを描いて一つのカットの動きが出来上がります。その後、ペイントや背景との合成作業などが続きます。相談します。光が落ちてんだけどさ、ちょっとこうした方がいいかもしれない。そしたらそのハイライトない方がいいよね。それも難しいね。結局これは質感のハイライトっていうつもりだと思うんですね。影なんかつけたんだけどさ、監督の安藤さんへの喋り方は命令口調でも先輩の口調でもありません。相手の才能を信じ、対等な立場で相談していました。今年のジブリの年賀状、宮崎監督はこんなメッセージを書き添えていました。間に合うか、千と千尋。制作開始からおよそ1年経った今年の1月、異常事態が起こっていました。公開6ヶ月前にして映画にとって重要な原画が映画全体の半分しか出来上がっていなかったのです。このままの速度で進めていては公開は急いでもクリスマス。
7月に公開するためにはその後のペイントや音付けの作業を考えると原画を描き上げるスピードを3倍以上にしなくてはならなかったのです。ジブリでは原画の人数を普段の倍の40人に増やし、人海戦術で遅れに対応することにしました。4月公開まで3ヶ月。スタッフたちの頑張りで原画を描き上げるスピードはなんと4倍になりました。驚異的な速さで描き終わったカット数は増えていきます。しかしそれでもまだ100カット以上残っているんです。どのくらいまでかかる？それ。今最後。かかりすぎだよね。お母さんだよね。親父やってないのまだ。もうシーンついてるのに。5月の11、12、13が最後のカッティングなんですよ。基本的に音楽の尺を決めないと音楽作りもできないからね。で、5月11、3、4、5、11、12、13がもう限界だってことで、監督から檄が飛びました。どんなことがあっても5月11日までに全ての原画を仕上げなければ。緊張が走ります。スタッフたちのそれぞれの机の上では時間とクオリティとの戦いが繰り広げられていました。スタッフの作業スピードにも拍車がかかり、あと62カット。おや、どうもコピー機の調子が悪いようです。ほら叩け。なんかこれやるとどうしてメインスタッフの一人立野さんが動画の仕上がりのスケジュールのことで監督に相談しに来ました。原画が仕上がっても動画が追いつかない。どうすれば。これ手合わせじゃないと思うんだもんね。ちょっとこれさ一人に渡してってことはするもんだから、だったら看護出す。手分けするでしょ。だから国内無理だと思うんで。この1ヶ月監督は12時より早く帰ったことはありません。この日も帰ろうと腰を上げたのは深夜1時半。家路に着こうとしたのですが、やはりやり残した仕事が気になります。帰り際安藤さんにもう一度相談。これが波打ってんだけど、縦向きになって体波打ちようがないんだよね。結局深夜2時に帰宅した監督。しかし翌朝も11時には出社していました。安藤さんはまだ残って作業を続けていました。やっと集中できる時間。カメラも遠慮しなければなりません。深夜、みんなが帰って静かになってからの方が仕事がはかどると言います。少しでも絵のクオリティを上げたい。安藤さんの作業は連日早朝の7時まで続きました。原画完成のリミット5月11日を目前にしてあと12カットになりました。最後の力を振り絞って作業を続けますが、もうみんなヘトヘト。体は重いぜ、気持ちはもっと重いぜ。連日連夜の残業。そんな中での楽しみはこれ。スパゲッティできましたよ。いただきます。夜11時を過ぎる頃、交代で夜食を作る習慣になっていました。誰が決めたわけでもなく自然にできたこの習慣。今日のシェフは作画監督の高坂さん。イタリア料理の腕前はプロ並み。あっという間に売り切れてしまいました。そして迎えた5月11日。
みんなの頑張りでついに全てのシーンの原画が仕上がりました。しかし動画の作業はまだ残っています。スタッフは一息入れる暇もなく、そのまま動画作業に入りました。夜食は貧乏塩ラーメンと張り紙。本屋のシェフは監督自身です。入れるよ。はい。はい、どんどん入れてください。卵ですね。卵じゃねえよ。玉ですね。玉。麺はインスタントラーメンを使います。はい。はい。一つ。二つ。これが三つ。四つ。五つ。六つ。だんだんこう期間が溢れてきたな。なんかやばいんじゃないかな。やっぱり10個が限度だな。無理っす。だから俺10個だったら、まあしょうがない。10個な平気。おい、粉入れてくれ。はい。粉入れて。こんなはい。もういいだろう。作ってる間に溶けるだろ、下は。はい。全部入れますよ。入れて。はい、次に卵。はい。はい、回し入れて。あ、入れ。少しずつ優しく入れろ。すみません。娘はそれ、はい。はい。オッケー。はい、もう火止める。溶き卵を流し入れた貧乏塩ラーメンオーロラ風の完成。早く食わないと伸びるよ。美味しそうな匂いにつられてあっという間に行列です。麺の硬さもちょうどいい。美味しい。ね。美味しい。この一言が何よりです。宮崎さんが作ったんですか？そうだよ。嘘。どうする？みんながドキドキしながら。友達みたいだよ。ラーメンをすすりながらみんな幸せな気分。ずっと険しい顔をしていた安藤さんもほっとした表情。峠を越えられたのは監督やジブリスタッフたちの土壇場を乗り切る時の持ち前の明るさ。そこにジブリの底力があるのかもしれません。スタジオジブリ第2スタジオの地下には試写室があります。千と千尋の神隠しのアフレコはこの試写室を録音スタジオに改造して行われました。作画作業と並行してアフレコを行うため、監督がすぐに戻れるようにとここを録音スタジオに改造してしまったんです。通常のアフレコ作業が行われる録音スタジオは余計な音を排除するために声優の入る録音ブースと監督やスタッフたちのいる部屋とは厚いガラス窓で仕切られているものなんです。今回作られたこの特設録音スタジオには役者さんがしゃべるマイクと作業スタッフの間に音を遮るガラスがないため、録音中の余計な音は絶対ご法度。メイキング班も締め出されてしまったため無人カメラでの取材となりました。アニメーション監督歴20年の宮崎さんもこんなアフレコは初めての経験。この場所はさ、こういうアフレコルームと違ってやっぱ緊張しますね。非常に違うところで見てるでしょ。部活に喋っちゃう。自分のお腹の音とかいろんなのに主人公の千尋は柊留美さん。 NHK の朝のドラマ「すずらん」で主人公の子供時代を演じた13歳。千尋、あれやっとこうか。1本ね。実は彼女録音初日にどうしてもうまく言えないセリフがあって翌日の宿題にされていました。その一言がこれ。一本ね。一本ねが一本ねになってしまい、プレッシャーから NG 続出。一本ね。ほら僕ね指揮するからね。黙りかねた監督、ついに指揮を買って出ました。一本ね。
一本じゃそうそうそれでいいの。一本ね一本じゃ花束そう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 じゃあ一本ね笑うなよ。さあ今度は OK かな。一本ねうまく言えた。でもね監督のタイミングが遅れて NG。全く失敗したんだよ。難しいね。湯屋の地下に住み6本の腕を駆使してボイラー室を切り盛りするかまじい何かと千尋を助けてくれる。こらちびども、ただのすすに戻りてえのか。あんたも気まぐれに手出して人の仕事を取っちゃならねえ。俳優歴45年目にして声優初挑戦の菅原文太さん。演技に熱が入ってくると自然と文太さんの手が動き出します。その動きはまるでかまじいそのもの。こりゃいかん。体の中で何かが命を食い荒らしとる。体の中強いあれじゃわしにはどうにもならん。力が入りすぎてこれは NG。 かもしれないはいレッスンお願いします。千尋とかまじいのやりとりの中に映画挑戦映画挑。柊さんの知らない言葉がありました。縁がちょっと知ってる？知らないです知らない？ねえ縁がちょっとか縁がちょっと知らない？こうやって切ってもらうの。知らないそうするとねこう切ってもらうと人に切ってもらうとそのくっついた毛枯が落ちるの。だからうんちに触っちゃったとかね犬のうんち踏んだ時は縁がちょっと知らない全然。結構日本中にあるんだけど。今知らないんだろうね。きっと若いですからねそういうの。多分今20代の本当の中盤ぐらいそういうのもあったしね。おまじないだよね。そうおまじない。さて本番文太さんの名演技に意外な NG が。映画挑映画挑。いいですとっても。切ったゼニーバ、魔女の契約員か。はいとても良かったです喜んで笑ってしまったんだけどどこな受けたらダメですね。喜んだ監督が思わず出してしまった声で NG になってしまいました。湯屋の経営者湯婆婆が溺愛する息子ボー。この大きな登場人物、その声を当てるのはちっちゃいな。こんな大きな赤ちゃんやるんだからね。たくさんのテレビドラマに出演している今注目の天才子役神木隆之介くん7歳。あだーだけじゃない。巨匠宮崎監督を前にしてこの落ち着いた表情です。一回やってみてくれる。いやーってどういうことやってるのか。フィルム見なくていいから。いやーってちょっと聞かして。はいお願いします。声だけで。いいとってもいい。これがいい。監督の要求にすぐに応えてくれました。7歳にしてこの飲み込みの速さ。そうやってうわーってやって。暴れてちょっと。あ、うまくいった。うまくいったよ、ものすごく。バッチグーバッチ。主人公千尋のお母さんは沢口靖子さん。止める千尋には耳も貸さずにひたすら食べる。千尋も食べな、これも柔らかいよ。千尋も食べな、これも柔らかいよ。とりあえずは指をくわえて食べている臨場感を出してみます。千尋も食べな、骨まで柔らかいよ。リアリティをさらに追求して今度は本物のチキンを食べながら。これなんて言ったらかしら。あ、これ間違った。おいしい。千尋、すっごくおいしいよ。大丈夫？これで OK。 沢口さんお疲れ様でした。とんでもない役割。
録音用に買ったチキンに最初に手を出したのは監督。お腹の虫が鳴いては録音にも支障が出ますしね。千尋のお父さんは内藤隆さん。はい。以前から宮崎監督の作品の大ファンだった内藤さん。千尋、早くおいで。うわ、あそうですか。はい。千尋、行くよ。監督を前にして少し緊張していましたが、さすがはベテラン。 NG もなく無事終了。不思議の町の湯屋の経営者湯婆婆。千尋の両親を豚にした張本人ですが、決して悪役ではありません。この重要なキャラクターを担当したのは夏木マリさん。湯婆婆は強欲で口やかましく冷酷な魔女ですが、反面自分の子供には甘く人間的な面も兼ね備えています。すいません、湯婆婆さん、はい、情け無慈悲な魔女かもしれないけれども、気に入ったんだけど使い物にならないから捨てちゃうんですよね。だからそういうのがちょっとどっかに感じられると、あんまり難しく考えなくていいんですけども、決断も早い人なんですけどね、でもちょっと要するに複雑なはずなんですよね。そこら辺がちょっと引っ込まれてるといいなと。はい、わかりました。なんてわかりましたって言ってはい了解しましたが、どこにやっていいのか僕よくわかんないんですけど、よろしく。みんな驚き、お客様とって許せぬシャー。監督の指示が夏木さんの役者魂に火をつける。はいはい。ダメかしらどうしたらいいんだろう。そして夏木さんのテンションもどんどん上がり、より湯婆婆という魔女が際立ってきました。これが OK テイクに、この声をヘッドホンで聞いていたミキサーさんは難聴になったらしいです夏木さんの雄たけびにひっくり返りそうになっていたのは、千と千尋の声音を担当する井上さん。井上さんとジブリスタッフがはるばるやってきたのは草津温泉。アニメの音は声優さんの声だけではなく効果音も必要。そのための音の採集に来たのです。大量のお湯が流れ落ちるお風呂場の音。湯畑に理想の音がありました。井上さんの本業はスタジオでの音のミキシングですが、本来の効果音を担当するスタッフが制作の遅れからスタジオを離れられず、急遽井上さんが出動することになったのです。お風呂場以外の効果音も必要です。旅館に協力をお願いして厨房に入れてもらい、調理の音を録音させてもらいました。宴会の配膳の音、食器の音、片付けの音、考えられるありとあらゆる音を録音していきます。千尋一家の乗る車の音も同じ車種を用意して、車のテストコースを借りて録音。映画の冒頭のデコボコ道は実はこんな風に撮りました。スタジオでは細かい動き一つ一つに合わせて音がつけられていきます。野口さんはアニメーションの音をつけてこの道20年の大ベテラン。専門の音職人の技が次々と披露されていきます。さまざまな足音に対応する靴の山。野口さんは左右別の靴を履きました。これは足音を際立たせるための裏技。実は野口さん、この日は一人で千尋と白と凛とお父さんとお母さんと、それから神様に従業員たち、いろんな人の足音をこなしてました。アニメーション映画は絵の連続、当然音はありません。
こうして一から音をつけていく気の遠くなる作業のおかげで映画はどんどん奥行きが出てくるのです。湯婆婆の部下で湯屋の従業員を取り仕切る中間管理職的存在兄役。中間管理職といえば今や課長をやらせたら日本一のこの人、小野武彦さん。監督、突然前に出てきましたが一体何を？さてもこのように極まれるお大臣様のおなりだよ。そうです、おねだり。おねだり。実はこの歌、宮崎監督自ら作った曲なので思い入れも格別。宴会芸みたいなもんで、係長自ら出てきて同居をやってるようなもんで。さてもこのように極まる。さてもこのように極まる。お大臣様のおなりだよ。それおねだり。おねだり。いらっしゃいませ。私たちの姿を見るように。それさてもこのように極まれる。お大臣様のおなりだよ。それいらっしゃいませ。それおねだり。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 それそれおねだりだ。いいと思います。とてもいいと思います。とんでもないことをお願いします。都内にあるコンサートホール、千と千尋の神隠しの音楽録音はここを借り切って行われました。作曲はもちろんこの人、久石譲さん。宮崎作品の音楽は風の谷のナウシカから全て久石さんが担当しています。全部ついてます。でその他にこういう全部響き取るやつと後で混ぜます。60本ぐらい使ってるんじゃないですか。よしなさいって言いたいんですけど。久石さんの響きへのこだわりがコンサートホールに60本ものマイクを立てての録音になったのです。ずっとスタジオに缶詰だった監督。この日は久々にジブリ以外のところへの外出でした。6月、いよいよアフレコも大詰めです。出会った時から千尋をかばい励ます謎の美少年ハクには入野美優君、水がない。そして迎えた録音最終日。大切なシーンが多かったこの2人、いよいよ最後のシーンが終わりました。これでセリフの録音は全て終了。2人ともお疲れ様でした。そしてこれからセリフ、効果音、音楽を合わせ映画は完成に向かいます。この後、千尋とカオナシとの関係を中心に物語はどのような結末を迎えるのでしょうか。千と千尋の神隠しの主題歌、いつも何度でも。
ゼロになる体という詩がとても印象に残る美しい曲です。実はこの曲は宮崎監督に大きなインスピレーションを与えました。そして曲の力を借りることで作品は完成したとまで言われています。仕事中の監督、カセットからはいつも何度でもが流れていました。作曲と歌は木村由美さん。弾き語りのコンサートで活躍する音楽家です。でもほとんど無名の彼女の歌がなぜ採用されたんでしょうか。プロっていうのは力をなくしてる時代なんですよ。かなり前からそうだと思うんですよ。5月のある日、主題歌のレコーディングが行われました。チューニングしているこの女性が木村由美さんです。演奏に使うのはライアーという縦ごと。横で見守るのは作詞の賀来和歌子さん。早速宮崎監督との出会いについて聞いてみました。ちょうどもののけ姫の映画を見まして、少し経った頃だったんですけれども、宮崎さんの作品に私の歌で参加したいなっていう気持ちが強く湧いてきた時があったんですよね。木村さんはその気持ちを一通の手紙にしたため宮崎監督に送りました。しばらくして返事が届きました。中には次回作の構想も書き添えられていました。なんか繰り返ししつこく浮かんでくるメロディーがあったんですよね。なんかいい曲ができちゃったんで、じゃあこれはまあ映画に合わないとしてもきっと宮崎さん喜んでくれるんじゃないかなっていう気持ちでね、送ったんです。それがいつも何度でもだったのです。当時の宮崎監督は煙突柿の凛という企画を温めていました。しかしそれは実現には至りませんでした。すごく歌自体は気に入ってくださったってことで書いてくださったんですけれども、その煙突柿の凛の企画自体が挫折しましたとそうだったのかって思ってね、少しがっかりはしましたけども、その気に入ってくださったっていうんでとっても喜んでたんですいい曲ができたっていうことが嬉しかったんだよね。しばらく連絡は途絶えることになります。その間宮崎監督は新たに「千と千尋の神隠し」の制作に取り掛かっていました。そんなある日、宮崎監督は再び木村さんから送られたカセットを聞き直します。そして自分が作ろうとしている映画とこの曲のテーマが共通のものであることに気づくのです。始まりの朝の静子供は子供時代の記憶をすべて忘れて大人になっていく。ゼロになる体、満たされてゆけという詩にはそんな意味が込められているのでは。監督はこの曲を映画の最後に流すことに決めました。映画を見終わった後、この曲はどんなメッセージを発信するんでしょうか。